こんにちは、アイロンです。ファイアーエムブレム覚醒スマブラ縛りパートに参ります。前回は蛮族を撃退してルフレを育成しました。今回もルフレを育成する方針は変わりません。2章まではルフレに活躍してもらう予定です。それでは1章に行ってみましょう。前章の村人の誘いを丁重に断り、夜間の野営訓練に励む一行。空腹になった彼らは食料調達をしますが、彼らが食するものはなんとクマです。どうやってクマを退治したのでしょうか。おそらく彼らは接近戦しかできないですが、そんな彼らが私にはよっぽど俗に見えるのですが、しかもクロムとルフレはクマを美味しく召し上がっております。もはや怪力乱心ではみんなが寝静まった頃、クロムが一人異変に気づきました。辺りは鳥の声も虫の声も聞こえず、ただしステム音が響くだけ。そして突如地震が起こったのです。走れリズ。いいから走れ。リズ、下がってろ。お前は一体何者なんだ。フレデリクとルフレは無事だったみたいです。熟睡していたのに彼らはよく助かりました。いや、マスクマンはそそくさと退散してしまいました。
というわけで初対面の化け物との戦闘です。このマップでは砦が出てきますので有効利用していきます。なるほど。いきなり長考したので動き出すまでカット。このショーでやることは単純明快です。ルフレをフレデリクとダブルさせ砦に陣取るだけになります。動きがないショーになりますのでダイジェスト形式でお送りします。ガイアの高級菓子ゲットだぜピッ。この縛りはドーピングは使用を制限していないので今後使っていきます。実際使っていかないと切り抜けられない場面が多々ありました。自警団の一員であるソワレとナンパ師ビオール参戦。ビオールはこの時点では変な男ですが後々重要なことが分かります。ユニットとしての性能はソワレ技ソシアルナイトのようなバランス型という印象です。ビオールはスキルの面でちょっと使いにくいといった感じですかね。スマブラ SP には登場しないので残念ながらこの縛りでは使えません。このショーでも端っこの方に避難してもらいます。またビオールの特効薬をクロムで回収しておきます。この行為は自傷のためと思って行いましたが果たして意味があったかは分かりません。レベルアップ。おー、6ピンです。ようやく力も上昇しました。前章での挽回をこの調子でやってほしいです。レベルアップ。またもや6ピンです。ただよく見ると技と幸運ばかり成長してますね。壁役にしたいのに守備の伸びが今度は不安になってきました。さて今回のボスはゾンビみたいなやつの親分です。命中は低いのですが間接攻撃する突撃型なので少し厄介です。さてここら辺でコメント返信していきます。ボルガノンがない。いや完全に忘れていました。確かに最後の切り札でルフレはボルガノンを使っています。自分はいつもスマブラするときはストックに切り札なしのルールでやっているので失念していたのです。教えてくれた方ありがとうございました。今後の縛りではルフレのボルガノンを解禁することにします。なんか面白そう。覚醒動画が少なめだから助かる。そう言っていただけるとこちらも嬉しいです。ありがとうございます。最近は風化雪月封印や劣化の実況動画はよく見かけます。でも覚醒を含む DS、3DS 作品はあまり見ませんね。やはり DSK は撮影環境構築のハードルが高いのでしょうね。敵の必殺を警戒するのは 15% かな。意外と高いですね。もしかして私が警戒しすぎなのでしょうか。大王気質ベレジアが国家ぐるみで蛮族を輩出しているので猛星の戦士に関わる大王を連想したのです。猛星の戦士のアニメは今や見ることが困難なのでもしかしたら伝わりにくかったかもしれません。レベルアップです。はっきり言って微妙。このルフレ壁役のつもりなんですが守備が全然伸びてません。スピードアタッカーになりたいのでしょうか。でもアタッカーと言えるほど攻撃面も伸びてない。この先大丈夫かな。させませんよ。勝ちましょう。残る敵も2体になりました。間接攻撃しかしないのでサンダーの出番ですよ。アーチャーの攻撃はゼロになるくらいには守備は成長してます。なのでもう安心して攻略か。ということで何かあるまでカットです。怒涛の6ピンです。上がってほしい能力が全部上がってくれてます。
足りないところが何か自覚して挽回を図ってくれたみたいですね。それではボスにとどめの一撃を食らわせて差し上げましょう。第1章クリア。ちょっとルフレの役割が大丈夫かなと思いましたが、最後に挽回の兆しを見せてくれた章でした。次もこの調子で頼みますよ、ルフレさん。残った敵はこのマスクマンさんが蹴散らしたようです。これがファイアーエムブレム無双かな。そして謎の仮面騎士はマルスと名乗ります。彼は今回の事件は災いの予兆と告げてスタスタ言ってしまわれました。黒村も王都の安否確認のためにこの場を去るとのことです。画面には黒ムの将来の嫁候補村娘が映っております。黒ムの姉エメリナ参女、彼女がこの国の女王です。平和の象徴として民からすごく慕われております。しかし個人的な見解ですが、エメリナを慕っているのは王都の人間からだけなのではと思っております。テレジアとの国境沿いの町は襲撃されていたのに、イーリスは兵が満足にいるわけではないので、国境付近ではどのような評価がされているのか、私気になります。さて、クロムとリズが王族であることはここで初めて明かされるのでした。エメリナ様からねぎらいの言葉をいただきます。大丈夫だ。王都の警備で手一杯なほど兵が不足している理由は後々分かってきます。しかしやはりこのままでは国の存亡は危うい。よろしいですか。さて、ルフレがクロムから紹介されました。怪しさが残っていても彼女はルフレを信じてくれます。クロムと同じく大きい器を持っているのは彼らが孫うことなき兄弟であることがわかりますね。これにて小エピソードは終了です。続いて新会話ですが、内容はリズを何でも許すルフレとフレデリックの頼みを何でも聞くルフレとなっております。今回はここで区切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。